皆さんこんにちは。地理の普及を目指して活動している地理教育アドバイザーの森と申します。私は大学時代に地理は学んできたものの、人文地理が中心で自然地理がちょっと弱いかなというところです。そこで今日はこちらのアイトラッカーを使って地形をどう見るのか学んできます。では本日は檜垣先生に教えていただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。檜垣大輔先生はこれまでに建設省で勤務された後、弘前大学農学生命科学部の助教授・教授を務められました。令和2年からは日本公営株式会社で防災・減災対策などに携わっています。平成22年から24年には日本地滑り学会の会長も務めた経験があります。先生はもう地形の道は結構長いんですか？そうですね、学生の時から数えると50年近くなりますでしょうか。だいぶベテランでいらっしゃるかと思います。はい。で今回のテーマであるアイトラッキングっていうのはどのようなものなんでしょうか？アイトラッキングで例えば我々現地に行ったりしてですね、地形を見ると、そういう時にどんなところを見ているのか、それを視覚的に分かりやすく表したものと言えると思います。なるほど。先生が行っている地形判読はどのようなものなんでしょうか？ですね、私はいろいろな地形判読するんですけど、今日特にお話しするような、地滑り地形の判読というのはですね、地滑りっていうのは土砂災害の一つなんですけど、何回も同じような場所で起こることがあって、そういう場所っていうのは地滑り特有の地形をしてるんですよ。だからそういうところを地形から見て、そういう地滑りの起こってきたところとか危ないところを見ると、そういうことが目的になりますかね。じゃあ先生に実際に、地形図判読していただいた動画がありますよね。はい、そちらをご覧いただきます。今回判読するのは静岡県の山岳地帯に位置する千社山周辺です。今回国土地理院の陰影起伏図を使用しています。これは北西方向から地表に光を当て、それが当たるところは明るく、影で当たらないところは暗くなるように表現した図です。この範囲の地形を見ていきたいと思います。ここは山地なのでですね、まずちょっと山の高さと谷の高さとか、それから縮尺とか、そういう地図をちょっとまず見ていきますね。で、天狗石山というのが北にあって、南に千社山というのがありますと。それからあと西に行って熊の崩れ野川っていうのがあって、標高400ぐらいっていうことで、大体標高の差が分かるのと、それとあと縮尺をちょっと確認しておきます。で、あとはちょっと順次ちょっと地図判読していきたいと思うんですけど、大体山ですから尾根、それから谷、そういうのが大体どの方向に向いてるかっていうのがを見ます。で、普通は尾根があれば、こういうふうな尾根っていうか稜線があれば、それにほぼ直角な方向に谷が普通は入るんですけど、そういう中でですね、よく二重三稜という言葉で言われますけども、その尾根に平行にですね、ちょっとした窪地というか谷みたいなやつがですね、見えることがあります。それは一般には言われるのは、その山が窪地のある方の側にですね、少しずつ地面が動いてる、反対に動く場合もありますけど、そういうようなことを表していることが多いので、そういう地形をちょっと注目してみるとですね、こういう、ところにこれ斜めからの光線当ててるような感じなんで見やすくなってますけど、こういうところにちょっとした崖の窪地地形がこういうふうに連なってるのが確認できますね。この辺で、ここねちょっとはっきりしなくなるんですけど、でこれがですね、もうここでちょっと尾根を横切って反対側の斜面にまで行ってますけど、こういうふうなよく言われる二重三稜、2つの稜線がお互いに平行に並んでるような地形、そしてその間のところに窪地ができるような、そういうのが線状に伸びてる地形ですね。線状落ちとも言いますけど、こういう地形がまずよく見ることができますと。でこういうのがあると、今度はここの場合は
1327っていうとか、千社山のところの東側の斜面のところが、ここが急になってるのが分かります。こういう形でですね。だから、本当の尾根の位置はここにあるんですけど、正しい尾根の位置はここにあるんですけど、実際はここにくぼ地があるために少しこっち下がってるように見えますね。で、もし下がってるとすれば、こちら側の方に地面が少し過去に動いていった可能性があるんで、そういう場所は往々にして地滑りとか崩壊とかが起きやすいというふうに言われています。地滑りとか崩壊が起きやすいところを見るというよりも前に、水系をこういうふうに引いていって、こういう谷ですね、いわゆるね。谷用の線をまず引いていくことで、どのぐらい谷がこう発達しているかっていうのを確認します。でこの天狗石山の南側もだいたい谷がこうきれいにこう出来上がっていてですね、ここにこう下がってるかな、なってます。で、あと南側の方で言えば、この一番南のところのこの八草、八草って書いてあるところに、こういう谷地形がこう。あとはもうここにも明瞭なこの崩れ野川の川がずっとこう、水系的に引くことができると。こうですかね。まあ、V 字型の谷に作ってます。で、問題はこの中で今度は、何か、ここの二重三両ができることで斜面が少し東側に動いたとして、それによって東側の斜面が不安定になって地滑りとか崩壊とか起こしていることがないのかなっていうので見てみるとですね、そうすると、今度はこの辺が怪しくなってきますね。この辺の場合は谷がそれなりに発達してあるんですけど、この辺はちょっとあまりそれがはっきりしないということで、ここにある谷を今度はこういう形で、ですね、谷がこう出てるのがわかると。で、やっぱりだからこの千社山のところから南側のこの二重三両のあるところより東側は少し谷が発達しているが、こちらの北側に比べて発達が悪いことになりますね。で、そういうふうな場合はですね、ここにも水系ありますけど、地下水がどうしても染み込んで、それで、降った雨の水がですね、大雨の時なんかに地表を流れずに地下に入ってしまう場合にこういうことが起こりやすいので、そういうところは地滑りの可能性があります。そこでそのような面で見てみるとですね、ここにちょっと割と平らな地形がですね、こういう形で平らな地形があります。で、その後ろにこう、ちょっとやや急な崖状の地形がですね、こういうふうな感じでこうありますね。ここにもあります。で、あと同じような感じでですね、地滑りの起こってるところと起こってないところの間ってのは、一回地滑りが起こると地面が下へ下がりますから、下がったところが急な崖になっていることが多いです。で、同じように言うと、ここにもこういうのがこう見えてくると。で、ということでですね、ちょっとこの千社山から1キロちょっとぐらい南東側に行ったところにこういうちょっとした地滑りの地形がですね、ここもそうかもしれませんね。ここはこういう崖が作られたとすれば、こういうちょっと先端がよくわからないですけど、こういう地滑りの範囲があるかもしれないっていう感じですかね。で、あとはここに崩れ野という地名があるので、そういう意味ではここは何か過去に土砂災害を起こした可能性があると考えられて、なんですけど、ちょっとここにあんまりはっきりした地滑り地形はちょっと今のところは見えないですね。それからあとはここにもう一つ、とにかく水系を徐々に見ながら入れていくのがまずコツというかですね。それでやっていくことで地形がだんだんよく見えてくる感じなんで。そうするとやっぱりここにも水系こういくつか入れますけど、やっぱりこの場所が今度はそういう水系のないところになってくるんで、果たしてこれが地滑りなのかどうかっていうのは実はあんまりこれだけではですね、ちょっとよくわからないですね。ここにちょっと崖地形がこうあったりするのと、ここがあんまりはっきりしないですけど、こういう崖地形があったりするんで、もしかするとこの崩れ野という土地の後ろ側ですね、この辺が、これはちょっとあんまりかなりの推定ですけど、多少こういうところが地滑りを起こしているか、
どうかはわからないけど、少しこう地盤が緩んでいることによって、それによって地形が傾斜が緩くなってしまっていて、それからあとはその水系があまり発達してこないということで、ちょっとこういうところはもしかしたら今後地滑りの疑いがあるっていうふうなことがあるかもしれません。そのぐらいの大きさでこう、大きく見ていくと、ちょっと今度は天狗石山の方にこう入っていきますとですね、この23両の地形は大体ここで消えてるようですね。で、これよくあるのはこの後まだこっち側にも続いている場合があるんですけど、ここの場合はちょっとそれはあんまりはっきり分かんないですね。ので、この辺はどっちからっていうと、こういう普通に谷の侵食が働いてこう地形ができているように見えます。ここら辺とかですね。谷を描くっていうことは同時に尾根も描いていく必要があるんで、尾根は一点左線で描いていけばこういう感じで、いわゆる分水嶺の尾根がこういうふうに出てきますね。出てきます。で、これで大体この辺の様子がだんだん見えてくるわけなんで、ここにも水形をかけますけども、だから一般的にこの大野滝って書いてあるこの辺から天狗石山のこの23両がなくなってしまうあたりについては、普通に谷の侵食が進んでこう、急な斜面が出来上がっていると。でこの23両が出てくるこの辺りですね、このくぼ地が出てくる辺りから南側は少しその水系の密度が減ってきて、少しこう地滑りの可能性があるような地形が出てきます。でこの千佐山の南に来るとそれが割とはっきりしてきて、こういう滑落街とかそういう地形が見えてくると。でという形で時々小さくこういうふうにどこに地滑りがあるかなっていうのを見るんですけど、それで水系を引きながらもう一回この大きい全体を見ながら、どの場所がもう一回そういう地滑りの多いところなのかをこう見て、時々大きく見て時々また小さくこう見るっていうのを繰り返すことで全体が見えていくのかなっていう感じでしょうか。今のように全体を見て、今度はもう少しスケールを上げてですね、小さいところを見ていくようにします。そうすると今度はこの上り尾というところにですね、ここに等高線ではあんまりよく見えないんですけど、この陰影図の影になっているところに、ここにちょっとしたつながりがあるようなこう崖が見えてきてですね、あとこっち側にもちょっとそういう崖がですねこう見えてくるんで、この部分がもしかするとこういうこの辺ですかね、こういうところで地滑りを起こしている可能性があるかもしれないですね。ちょっとこの辺の先はわからないんですけど、その場合の地滑りの動きの方向、こういう形ですね。さっきの場合はこれですけど、こうなりますけど。で、こういうふうに、もう少しこうスケールを細かく見れると、またそういう少し違う地滑り地形が見えてくるってことがあります。先生、判読お疲れ様でした。どうもすみません。ではその結果をですね、一緒に見ていきたいと思いますので、まずはこちらは赤い線が引かれてますが、これは何の地図になりますか？これはこの山のあたりで実はその地滑りの起こりそうな地形を見つけようと思っているものなんですけど、まず最初にやったのがどういうところにこう水の流れる沢ですね、それがあるのかっていうのと、それからあとこう分水っていうか尾根に主な尾根のところをこう見たりします。でそしてその後にですね、普通は大体こういう尾根があると、それに直角な方向にこう水が流れていって谷ができる場合が多いんですけど、ここで注目できるのがですね、ここに千佐山って山がありますけど、この天狗石山までの間にかけて、本当はこれは尾根なんですよ。でも尾根に平行にですね、ちょっとこの破線で書いてあるところなんですけど、これくぼ地があって、つまり尾根に平行にくぼ地があるような、そういう地形を2つの尾根が両線が並んでいるということで、二重三両ってよく言われるんですけどね、そういうものがある場所をまず見つけ出しました。で、こういうところがあると、ここの場合は、このくぼみのすぐ西側のところにはかなりちょっと急な崖になってるんですけど、こういう場合は、この尾根の部分から
こちら、東側がですね、少しこう、ここで言うと東側、つまり右側の方にこう、地面が動いたようはい。な形跡というふうに見ることができます。はい。で、まあ、それがじゃあどの辺の場所なのかっていう時にですね、もう一回その谷がどこにあるかっていうのに注うん。目してみると、まあ、この辺のその天狗石山の東側あたりは、まあ、地形もまあ急なんですけど、はい。こういうふうに赤い線がいくつも書いてあって、まあ、谷がたくさんできてるというのがわかるんでうんうん。すけど、この、この窪地がある二十三両っていうののあるところの、東側のこの辺になるとですね、はい。ちょっとここにあるような、うん。こう枝分かれするような谷が少ないのがわかるかとうん。思います。で、こういうところが、まあ、実は、割と、なんていうんですかね、降った雨の水ええ。がですね、地中に染み込んでしまって、なかなか沢ができにくいっていうようなところがあって、そうはい。いった場合は往々にして地下水が多くなってですね、地滑りが起こっている可能性があると言えます。そこでもう少し、小さい、大きなスケールじゃなくて、もう少し小さいスケールでですね、小さいスケールというか、細かいスケールではい。地形を見てみるとですね、そうすると、例えばここにちょっとこれ崖、うん。串みたいなマークがつええ。いてますけど、これ崖なんですけど、こういうところに崖があったり、それからこの下のここに崖があったりしますね。で、この崖の下はかえってこう傾斜が緩くなって、こういうなだらかになってはい。るのがあるところがあるとええ。思うんですけど、こういうのはまあいわゆる地滑りでできた地形っていうふうにされています。矢印も入ってますね。これは動いた方あ向ですね。あ。大体この崖の方向にええ。一致するんですけど、まあ、そういうものがここうん。の場所とか、それからこの東側のうん。こことかですね、ええ。見えます。で、まあ、あと、この辺もですね、この辺りもちょっとこう、等高線が緩くはい。て、それであんまり谷ができてないようなところ、これもちょっと地滑りの疑いのあるとうん。ころなんですけど、まあ、こちらほどははっきりしないですね。そんな感じです。で、ということは、この辺にはどうも地はい。滑りの起こりそうなとうころが多そうん。だっていうこうん。とで、もう少し細かくですね、ええ。地形を見てみようと思って、実はこの黒い影になってるのは、ちょっと急なところなんですよ、地はい。形の。で、そういう急な場所がどこにあるかっていうのを見ると、ここのところをなんかそうなんですけど、こうん。こにちょっとした崖があって、あとこの辺にも崖があるんですけど、はい。で、そういうのをつないでみると、ここにもそういう少しちょっとした地滑りが動いたようなうん。後の地形がね、ええ。見えてきます。だから、そうしますと、この辺っていうのは全体としてこう、まあ、どうも地滑りが過去に起こうん。ってきた。で、過去に起こってきたようなところは、はい。ちょうど滑り台で人間がこうちょっと滑って途中で止まってしまったのうん。と同じように、また何かのきっかけでうん。またこう下へ滑り出すっていうことがよくあるんで、はい。まあそういう場所がまあそういう地滑りの危険な場所として挙げることがあ、できるということね。はい。で、よく見るとここに崩れ野というん。う地名がありましええ。てですね、まあこれはどっかが崩れたからそういう地名がついたのかわかりませんけうん。ども、まあ確かにこういう地形とは合ってうん。るなというはい。気がするわけですね。じゃあ、今、動画で分析も含めて、今の解説も含めて、ええ、改めてなんですけれども、はい、やっぱり私は素人としてパッてこういうのを見ると、はい、はい。どこから見たらいいんだろうって思ってしまうんですあね。あ、はい。まずやっぱりここを見た方がいいっていう先生ならではのポイントありますか？やっぱり地うん。図とか見るときに、まず大きいスケール、少しうん。大きい範囲を見ることが必要でうん。すね。地滑りだけを探すんではなうん。くて、もう少し大きな範囲で見てですね、はい。それで山はとにかく高さがありうん。ますから、高さがあれば水は下に流うん。うん。れるんで、流れるとすれば、それは谷を作ってうん。いくと。だから谷になっているところと、その谷と谷の間が尾根になりますから、はい。そういうのがどこにあるかっていうのをうん。こうずっと全体にこう見て、え、で、それを参考にしながら、並行して、さっきのようにこう地滑りできたような地うん。うん。形を探し出すと。なるほど。そういうふうにしてうん。見ていくといいと思いますけどね。はい。ありがえとうございまえ、ええ。す。では、次の地図でまた改めあ、て見はいはいはい。ていきたいと思いまはいす。はい。改めて新しい地図ですが、こちらは何の地図になりますか？これはヒートマップと呼んで、今、私がずっとこのはい。10分余りかけてうん。この辺全体をええええ。見たんですけど、時間をかけて見たところが、このより赤っぽいというあか、オレンジ色あ、ええ。っぽいところで、それで、まあ、あまり時間をかけずに見うん。てるところは緑っぽい色にうんうん。なってて、ほとんど見てないところは、まあ、はい。白また黒になっています。はい。で、そうやって見るとですね、
さっきの二重え三両とえ、いったくぼ地のところは、絶えず注意して見てること本当ですね。色は分かります。が濃いですもんね。これはやっぱりそこがどこにうん。あるかっていうことと、あと、どっちの向きうん。に動いた、斜面が動いたようなことを表しているかを見てるんではい。すね。で、あともう一つ、この辺の、さっき、地滑り地形が多いといったところは、やっぱり地滑り地形の範囲がどの辺なのかっていうので、ちょっと時間かけて、ええええ。多分見はい。たということにうんうん。なると思いますね。はい。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、さっきの線が引かれていた地図と、このうん。ヒートマップを重ねて、総合して先生が読み解いたことってどんなところでしょうか？そうですね。うん。ちょっとここで驚いたのはね、うん。ここに縮尺っていうか、その二重三流っていううん。窪地になったのが、だええ。いたい3キロぐらいにはい。わたってるんですね。3キロの2キロから3キロかな。うん。あるんで、これだけ結構長い範囲にうん。そういう窪地ができてるとすれば、これうん。結構大きな範囲が地面というか土地が少し東側に動くようなおー。傾向にあるんで、ええ。何かもしかしたら断層とか隠れてるのかうんうん。もしれないですし、そういう一つの、要注意エリアでうん。あるかなっていうふうには、あ、な感じします。なるほど。そういうえふうな読み解きにえ、えなるというえ、ことなんですね。では、最後もう一つ、ええ、もう少し深く、はい。違う技法で見ていきたいと思ああ、います。なるほど。では、次の地図をえ、お願いします。あ SL3D マップっていうんですね。そういううん、名前うん、で呼ばれてますね。はい。要するに、もともとはかなり細かい測量うん、をですね、空中かうん、らレーザー飛ばしたりでええ、取るんですけど、そういうデータをいろんなその色表示とかですね、あと傾斜だとか、あとは凸凹の具合とか、そういうのを表現する仕方がいくつかうん、いろいろいくつかあってですね、それをうまく利用することで、地形がものすごく表現しやすくなっている。さっきのほどのはですね、ええ、土地を5メーター単位ぐらいの大きさでずっと見ていってる、ええ、元のデータはもっと細かいんですけど、ものなんですけど、これはですね、土地を1メーター単うん、位ぐうん。らいで標高を全部出していくような形のやつをですね、かなりリアルですね。え形で表現したものなんですけど、さ先ほどの地図と比較すると、まず同じようにですね、ここに窪地というか崖の地形がですね、より鮮明に出うん、てきます。で、より細かく出てきますね。はい。こういうのがですね。それからあと、地滑りを起こしたような場所っていうのが多分この辺かな。はい。こういうところとか、こういうところにうん、なると思うんですけど、ええ、そういうのが見えてきますね。で、1メーター間隔ぐらいでの細かいのところで見ると、例えばこの谷になってるとこはい。ろがかなりシャープにですね、こういうふうあに、あ、つまり上はええ、緩やかな斜面なんだけど、この線を境うん、目ですごく急になっ本当ですね。ていて、そういうところが谷になってるっていうところでうん、非常によく見えます。で、そういう面で見ると、この辺のうん、場所はですね、全体に急な斜面うん、で、はい。谷がいっぱいあるのが分かりますけど、さっきお話ししたように、うん、その地滑りの起こりやすいようなところってのは、あんまり谷がまだあできていないっていうようなね、はい。ことが読むことができますはい。ね。であとはちょっと広げれば、こういうところなんかはもええ、うかなり大きな地滑りがうん、過去に起こったことが分かるような、うん。そんな地形だということが読めます。あ、よりええ、細かい地図ですと、より細かい地形が見えるっていうことなんうん、ですけど、ただ、いつでも細かい地形と大きい地形をやっぱり両方の目で見るってうん、ういうことが、ん。有効だとあ、思います。はい、じゃあ先生、ありがとうはい。ございましどうもあた。りがとうございます。先生がやっぱり今まで教えていく中で、このうんような技法を使った今後への期待みたいなものってありますか？そうですね。とにかく今かなり細かい地形も読めるようになってきていますんで、それでタモリさんがよくいろいろブラタモリとかでお話ししてますけど、ああいう大きな地形の見方が一つ大事ですね。どこが大地でどこが谷でとかっていうのね。でもう一つはもう少し細かい地形も見えるようになりましたから、なんていうんですか、防災だけじゃなくて、例えば山登りして歩いてね、植物を見るときは上を見て歩くと思います。で一方でその下の土地もですね、下ばっかり見てると気がしますけど、下の土地の凸凹を見ながらですね、歩くと雨の日でもすごく山登りが楽しくなると思います。とにかくそういう形でですね、地形は
いろんなことを表現してしますし、特に防災、土砂災害とかそういうのに関連してはすごく情報を提供してくれるんで、どんどん活用していただけるといいと思います。本当ですね、私も学生の頃やっぱりいろんなことを学ぶとやっぱ本がどうしても主流だったんですけど、やっぱり今日これをですね拝見して、すごい視覚的にも分かりやすいなっていうのは思いました。先生いかがですか？そのあたりも50年やってらっしゃって。そうですね、確かにこういう地形をどう判読するかって本はいくつかもう今までも出てたんですけど、こういう技術が進むとですね、そういう動画でなおかつその人がどこを注目して見てるのかっていうのが目で分かるようになって、自分でも驚くぐらいにですね、そういうふうに見てるのかと。逆に言えばこう地形を見た時にどういう順番で何を見ていったらいいかが分かると、それはすごくいろんなこれから地形を勉強したいっていう人にとっては有効かもしれないですね。本当ですね。はい。いや本当に今回のかなり地形判読の可能性を感じましたね。でおっしゃったように地滑りっていうところからですので、はい、防災にも役立てていただきたいですね。はい。ということで先生今日は貴重な機会をありがとうございました。